世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は国連がした日本へのある指示に関する話題をご紹介します。世界のほとんどの国では子どもたちが教育を受ける制度が定められていて、国によってその制度は異なりますが、日本では国や政府、保護者などが子どもに受けさせなければならない教育、つまり小中学校の義務教育が該当します。公立学校の場合、義務教育機関の授業料はかかりませんが、私立の学校は任意での受験になり、授業料は無償ではありません。また、2020年4月からは高校でも高等学校等就学支援制度が始まりました。保護者の収入によって支給額が変わるなどの条件はありますが、公立、私立問わず全ての高校が対象で、これにより公立の学校の場合は授業料が実質無償となります。また、日本国内にある外国人や少数民族のためのインターナショナルスクールや民族学校などの外国人学校も無償化の対象です。しかし、日本にある朝鮮学校は無償化に該当せず、その対象から外れたことで、朝鮮学校の卒業生らが訴訟を起こし、国際連合、通称国連が、他の外国人学校と同じように朝鮮学校も扱われるべきだ、として、日本政府に見直しを勧告する事態となりました。勧告したのは、子どもの権利条約の実施状況を国際的にチェックしている子どもの権利委員会で、各国から定期的に提出される報告書などをもとに、条約の実施状況の審査、検討を行っている機関です。日本政府が出された無償化の見直しの勧告に法的な拘束力はないのですが、国連に対し、どのような見直しを検討し実施したかを報告する必要はあります。権利委員会からは、このことは差別に該当するという意見が多く上がりましたが、日本政府は朝鮮学校を無償化の対象外にしたことに関して、差別には該当しないと方針は変更していません。この勧告から半年後の2019年8月、最高裁において原告敗訴の判決が確定し、朝鮮学校を無償化の対象外にすることが公的に認められました。この話題に対して海外からは様々なコメントが寄せられましたので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。日本も抑圧された社会だけど、北朝鮮と比べたら1000倍はマシじゃない？彼らは北朝鮮に戻ることを恐れてるんだよね。わざわざ北朝鮮に戻って栄養失調や危険な目に遭うリスクなんて冒せないよ。もし彼らが北朝鮮に帰ったとしても、1週間でギブアップするだろうな。じゃあ、せめて支持する国を北朝鮮じゃなくて韓国にすることはできないの？彼らは韓国に行けばいいのに。無理でしょう。北朝鮮にとって韓国は敵国だぞ。日本という国の自由やインフラの恩恵を受けながら日本から差別を受けてるというの？そういう人たちは北朝鮮に送ってやればいいよ。そこで本当の差別というのがどのようなものなのかを知ればいいんだ。北朝鮮で生きていくのがどれほど困難なのか身をもって知るべき。日本で差別を受けてるって言ってる人たちもいるようだけど、そりゃあ朝鮮学校に行くなんて選択をしたら差別も受ける。それは彼らの選んだ選択の結果だよ。朝鮮学校に通うという選択肢がある時点で凄まじく自由な国だよね。北朝鮮の国民には自分で選択できるものは何一つないというのに。これは不思議なケースだよ。
政治信条でお金を出さないのは間違っていると思うけど、子供たちに自国の文化を教えたければ祖国に帰るという選択肢もあるのに、日本に住んでいるってことは日本の文化も学ぶことになるけど、それは構わないのかな。親の世代はともかく、子供たちを政治的な話に巻き込むのはかわいそう。母国のことを学ぶ権利だってあるじゃない？国連は実体験に乏しい学者みたいな人間ばかりなんだろうな。まあ、国連のやることだから。だって中国のために動いてる組織だぞ。あっち側の人たちのためには何でもするんだよ。国連がいい仕事をしていると思っている国はあるのかな。もう解体してもいいんじゃないかと思ってるのは俺だけか？日本の脅威となっている国の影響下にある学校に対して公金を投入するなんてありえないだろう。国連は何を考えているのか？教育内容をどのように決めるのかは国家の主権に関わることだよ。外国が干渉すべきことではない。学校は北朝鮮のカリキュラムで教えてるんだろう。おそらくそれが政府の出資を妨げるポイントでしょう。彼らは日本に同化しようとしてないじゃないか。これは世界のどの国に行っても受け入れられないことだよ。彼らの祖国に対する忠誠心は理解できないこともないけど、彼らが日本のことを批判するのは間違っていると思う。朝鮮学校と韓国学校って違うの？韓国も昔は朝鮮って言ってたし、違いがよくわからないんだよね。朝鮮学校に通ってるのは北朝鮮の人たちなの？全然違うよ。韓国学校は在日韓国人や仕事で訪日した韓国人の子供が通う学校で、日本の教育法に沿ってるから無償化対象にもなってる。朝鮮学校は北朝鮮の指導者を支持してる朝鮮総連ががっつり入り込んでるからね。キム・ジョンウン一族を崇拝してる学校の教育なんて想像がつくよな。国連は世界中にその勧告をしたのか？もし日本だけに文句をぶつけているなら、日本を差別することになるよな。日本のカリキュラムに従わない専修学校に補助金が出ないのは当然でしょう。差別ではなく、これは区別だよ。日本に住んで生活しているなら、税金を払うのは当たり前だし。日本に永住を望んでいるのに、子供には日本国籍を与えて日本の学校へ通わせない。彼らが日本の学校に通うことを日本の学校は拒否したのか？彼らは自ら選択して朝鮮学校に通っているなら、文句を言われる筋合いはないよね。以上が海外の人々の反応でした。日本に住んでいるなら日本の教育カリキュラムに従うべき。それが嫌なら祖国へ帰れなど厳しい言葉が多く上がっていましたが、教育を受ける権利のある子どもたちを政治に巻き込んではいけないという頷ける意見もありました。日本政府は当初、朝鮮学校の無償化対象外の理由について、朝鮮総連と密接な関係にあり、適正な学校の運営に適合するとの確証が得られていないとしていましたが、実際に朝鮮学校で行われている教育とはどのようなものなのでしょうか。ここからは朝鮮学校についてご紹介していきます。朝鮮学校は北朝鮮を支持する在日朝鮮人組織である朝鮮総連と参加団体の指導の下で運営されている各種学校のこと。第二次世界大戦終戦直後、在日朝鮮人が朝鮮語による学習の場として国語講習所を設けたのが始まりです。1955年の朝鮮総連設立とともに、日本でも朝鮮学校として整備が進みますが、文部科学省が定めるカリキュラムを満たしていないため、各種学校として設置されました。
日本の学校と同じ633-4年制で、幼稚班、初級学校、中級学校と高級学校、大学校があり、初級学校、中級学校は義務教育です。授業は朝鮮語、日本語、理科や数学などで、授業内容、教科書は日本の学習指導要領に基づいたもの。多くの生徒が高級部3年で行われる修学旅行で初めて祖国である北朝鮮を訪れ、首都平壌や観光名所の白頭山などを巡るそうです。戦後500校以上あったと言われる朝鮮学校ですが、現在は9校中の6校を含み63校まで減少し、生徒数はこの10年で3000人以上減りました。この原因には日本と同じく少子化が進んでいることが挙げられますが、それに加え帰化や国際結婚に伴う日本国籍の選択など、日本とは異なる事情もありました。日本の法律では父母のどちらかが日本人であれば日本国籍の取得が可能です。また朝鮮籍であっても本国北朝鮮や朝鮮総連という政治的な側面から距離を置きたいと考える人も少なくありません。朝鮮の言葉や文化を継承してほしいと願う祖父母や両親の影響が強くない限り、あえて朝鮮学校に通わせることはなくなっているようです。いかに学校での反日教育が熱心でも、両親、祖父母の時代とは違い、今の子供たちは在日4世、5世の世代。日々簡単に日本や世界のニュースに触れられる環境で、北朝鮮や朝鮮総連の情報操作に振り回されることはなく、まして北朝鮮を地上の楽園などと夢にも思わない、日本への定住が人生の大前提となった世代です。こうした朝鮮学校離れが進み、いずれ反日教育の影響を受ける子供がいなくなる日が来るかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。